はい、こんにちは。MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回はスーパー TFZ クイーン2023です。VGP2018 を受賞した TFZ クイーンのフェイスプレートのデザインと同じみたいだね。でも中身は別物のエントリーモデル。かなりコストカットしてるようで、フェイスプレートは樹脂製プラス塗装。ステム部も金属製っぽく見せてるけどメッキだと思う。見た目は特に悪くないけど、質感はそれなり。ちょっと驚いたことがあって、一旦モチベーションが下がっちゃって、簡単なレビューで済ませようと思ってたんだけど、対応策が分かって、聞いた印象も変化してきたんで、シナリオも書き換えて、いつもの尺でのレビューに戻したんだよ。最初に聞いた印象があまりにも良くなかったんでね。そうなんだ。珍しいね。何がダメだったの？まずイヤーチップ。最初に装着されてるものがなんか音が抜けていく感じですごく印象悪かった。これは使いたくないわ。今回はタイムオーディオストアさんから送ってもらったんだけど、別途イヤーチップをつけて販売しているようで、ケース外に同梱されてたよ。これでやっと普通かな。価格はご覧の通り2000円台なんだけど、梱包とか本体の出来を見ていくと2000円台っていうのが高く感じる気もしたんだよね。じゃあ早速見ていきましょう。まず箱は普通です。内箱を開けるとこんな風に本体とケーブルがくっついて入っていました。かなりコストカットしてる感じです。ケーブルはシワ掛けするのに癖がついていなくて、装着した後ちょっと浮いてきたりで微妙ですね。他の同梱品は上の通りです。ジャックさん、ケーブル外れないんだけど。そう、外れない仕様なんだよ。今時珍しくない？そうですね。1000円台でもケーブルは普通に外せますし、チューニングスイッチ付きモデルもありますからね。ジャックさんのモチベーションが下がったのはこの辺も含まれているんですね。そうなんだよ。なんか想像していたものと全然違ったんで。ケーブル取れないから丸ごと測ったよ。普段こういう風に測らないから比較ができないけど、持った感じは軽めね。装着感は特に問題なし。波形はこんな感じです。イヤーチップ交換後のリスニングの印象はいわゆるドンシャリ。まあそんなに悪くない。でも何曲か聴いているとサウンドステージが狭く広がりに欠けるなぁと思ったり、最近の 1DD モデルって同価格帯でもっと質感のいいモデルがたくさんあるので、ちょっと戦闘力低めなのか。ドライバーは 10mm ダイナミックタイプ1機です。特にインパクトはないかな。個人的な印象では最近の主流となるカーブの傾向とはちょっと違って、数年前に割と多かったカーブの傾向に見えるね。記憶にある中で KZZSM と TRN-MT1 Pro の波形を比較してみた。細かいとこは違うけど低域から7キロぐらいまでのカーブ似てるでしょ。ああ、ほんとね。最近の流行りハーマンターゲットカーブを意識したチューニングモデルが増えてる気がするけど、これはあまり意識してないと思う。中域を結構落とし、この辺りに2箇所ピークを取って6キロあたりはがっつり落とす、そんな特徴のチューニングで、この2モデルとの比較ではクイーン2023の低域がしっかりしてるね。聞いた印象と一致する。量感もあるけどキック、ベースともぼはつかず、クイーン2023の特徴と言えるんじゃないかな。次はよく測定しているイヤーチップの比較。今回ははっきりした目的があって6キロ付近があまり落ちないものにフォーカスしてみた。そうなの？ここはあまり出過ぎない方が良かったんじゃなかったっけ？よく覚えてたね。今回はここの抑えすぎが要因できらびやかに感じる部分まで削られている気がしたので、イヤーチップで少しカバーしたいんだわ。スピンフィット W1 以外ならどれでもいい感じだけど、装着した時少し緩いものを避けていくと残ったのが TRN ティップスになった。他のイヤーチップに比べ10キロ付近は抑えられているけど7キロ付近にもピークはあるんで、ここはこれぐらいでいいと思った。というわけでここから先は TRN ティップスをデフォルトとして進めていく。この条件で聞いてやっとやる気になったんですね。クイーン2023って手のかかる子ですね。だよね。次は他モデルとの比較ね。なんでこれを選んだの？両方ともチューニングスイッチ付きで、キャスターは 2DD、ST1 Pro は 1DD プラス 1B8、同価格帯でスペックが上のものだからかな。あとチューニングが今風だから。サウンドチェックは音調整の基準をここの出方が中間的な TRN-ST1 Pro にして、まずは3本の違いを聞いてもらおうかな。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
言えないんですけど、こことここの出方の違いが結構はっきりわかりました。実機での比較だと、アイはキャスターベースバージョンが良かったです。傾向が分かってもらえれば OK。ST1 Pro が一番自然に聞こえるように音調整したから ST1 Pro で聞くとさらに違いがはっきりすると思うよ。それで手のかかるクイーン2023を聞いた感想は？まず低域はいいね。キックのアタックがしっかりしてるしベースも量感はあるのにボワつかない。ここを落とすことで低域ははっきりしてくる傾向にあるかな。あまり落としたくはないけど上げすぎればムワっとした感じにもなるので加減が難しいところ。広域の抜けと低位感がいまいちに感じたんだよな。やっぱりここを抑えすぎているのかな。イヤーチップを変えただけの聞いた印象はこんな感じでちょっと不満が残るね。じゃあやっぱり EQ 使うの？そうだね、使ってみた結果がこれ。低域はもともといいので手を加えずまず広域を修正。最低限1のポイントだけでもいいんだけど広域が強くなりすぎないように2のポイントを調整。3はお好み次第。結果またハーマンターゲットカーブっぽくなったってことですかね。そうだね、否定はできない。でもこの修正で広域のきらびやかさが出て空間が見えてきたかな。低位感も良くなった。修正自体はレビューと関係ないけど不満点を上げるだけでは自分が納得できないんでね。ストリーミングで音楽を聴くのが当たり前の今、質のいい EQ アプリを使用するのは難しいかもしれないですが、こういうセッティングでそれなりにいい感じで聴けるようにはなりました。ただ、同価格帯のモデルでは、こういう調整をしなくてもいいバランスで聴けるモデルや、チューニングスイッチで調整可能なものもあるので、あえてクイーン2023を選ばなくても、というのが現実でしょうか。ケーブルが外せないのはマイナスポイントで、イヤーフックによる無線化もできないですからね。手を加えればよくはなるけど、いろいろ微妙な点も多いというのが正直な感想です。ということで、スーパー TFZ クイーン2023のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。